こんにちは。ジオゲッサー日本マップの非公式コミュニティ、ジオジャパンです。この動画では、ジオゲッサーをこれからプレイする方に向けて、基本的な遊び方や日本マップで上達するためのヒントを紹介します。今回の動画の内容はこちらです。ゲームの始め方や基本操作から高得点を取るためのコツ、そしてさらにジオゲッサーを楽しむ方法まで、この動画を見ればジオゲッサーの世界が丸ごとわかります。気になるところからチェックしてみてください。始め方。ジオゲッサーは Google ストリートビュー上でランダムに落とされた場所から風景や看板などの手がかりをもとに地図上で場所を当てるゲームです。世界中で1億人以上がプレイしていて、世界大会も開かれました。最近では有名な配信者や動画投稿者のプレイ動画も増えていて、今もどんどん人気が広がっています。ジオゲッサーを始めるには、まず概要欄の URL からトップページを開き、メールとパスワードなどでアカウントを作ります。登録が完了すれば、すぐに遊ぶことができます。これから紹介するジオゲッサーの画面や機能は更新されることがあります。最新の情報は概要欄にある初心者向け遊び方ガイドのドキュメントを確認してみてください。まず、言語を英語や日本語に変更したい場合は、トップページ右上のアイコンから設定をクリックすると変更ページに移動できます。好きな言語に変更しましょう。設定が終わったら早速遊んでみましょう。ただし、ジオゲッサーは基本的には有料のゲームです。いきなり課金はちょっとという方のために、無料で遊ぶ方法を2つ紹介します。1つ目はパーティーモードです。課金ユーザーが開いたパーティーには、無料ユーザーもアカウントを持っていない人も参加できます。課金している知り合いにパーティーを開いてもらったり、YouTube や Twitch などで行われている視聴者参加型配信に参加するのが手軽な方法です。2つ目はチャレンジリンクです。課金ユーザーが作ったチャレンジのリンクを開くと、誰でもそのマップをプレイできます。このリンクは Discord のコミュニティなどで公開されていることが多いです。ジオジャパンサーバーでもデイリーチャレンジとして毎日新しいチャレンジリンクを公開しています。こちらも誰でも無料で遊ぶことができます。ぜひチェックしてみてください。ジオゲッサーでもっと遊んでみたくなったら課金を検討してみましょう。現在、パソコンのブラウザ版では3つ、スマホアプリ版では2つのプランが用意されています。遊び方に合ったプランを選びましょう。基本操作。ここからはジオゲッサーの基本的なプレイ方法を紹介します。今回はパソコンのブラウザ版での操作方法を説明しますが、基本操作はスマホ版でもほとんど同じです。ゲーム開始前の設定。まず、右上の検索窓にマップの名前を入力して遊びたいマップを探しましょう。例えば、ジャパンと入力すると公式の日本マップが表示されるのでクリックしましょう。マップのページを開いたら、モードと制限時間を設定します。左端の項目は1人プレイ用のシングルのままで OK です。モードは3種類あります。ムービングは移動ができるモード。ノームーブは一歩も動けないモード。NMPZ はノームーブパンズームの略で移動やズームができないモードです。初めてプレイする方は、まずムービングから遊んでみるのがおすすめです。制限時間は10秒から10分、もしくは時間無制限を選べます。時間無制限はバーを左端に動かすことで設定できます。設定ができたらプレイを押してゲームを始めましょう。ゲスの方法。ゲームを始めるとランダムな地点のストリートビューが表示されます。
この中を移動しながら、地名や看板などのヒントを集めていきましょう。正解と思われる場所を見つけたときは、右下の地図を開き、ピンを刺します。このピンは何回でも刺し直すことができます。位置が決まったら、下のゲスボタンを押しましょう。日本語設定の場合は、推測すると書かれたボタンです。ピンを刺した状態で、スペースキーを押すことでもゲスできます。ゲスすると結果画面に切り替わり、自分のピンと正解の位置、そして距離とポイントが表示されます。1ラウンドあたりの満点は5000点で、距離が離れるほど点数が低くなります。基本的な操作方法。まずは移動の操作です。画面上の矢印マークをクリックすると、少しずつ移動することができます。矢印よりも遠くをクリックすると、大きく移動することもできます。また、高速移動と呼ばれるテクニックもあります。少し操作が難しいので、次のチャプターで説明します。次に、画面の左下にあるボタンの役割を紹介します。矢印マークは、移動を一つ前に戻すボタンです。キーボードの Z キーでも同じ操作ができます。何回でも押すことができるので、これをうまく使って情報を手に入れましょう。ピンマークは1回だけチェックポイントを設定できるボタンです。キーボードの C キーを押すと同じ操作ができます。例えば、分かれ道の交差点でチェックポイントを設定しておけば、片方の道にヒントがなかった時に、もう一度ピンマークか C キーを押してチェックポイントまで戻り、もう片方の道に進むことができます。ただし、一度チェックポイントに戻ると、そのチェックポイントの設定は解除されてしまい、もう一回戻ることはできないので気をつけましょう。すでにチェックポイントを設定している状態でも、シフトキーを押しながら C キーを押すと、チェックポイントを上書きできます。チェックポイントの操作はよく練習して使ってみてください。旗マークはスタート地点に戻るボタンです。キーボードの R キーでも同じ操作ができます。高得点を狙うときにとても便利なので、ぜひ活用してください。続いて、右下の地図についてです。地図の左上の矢印をクリックすると、マップの大きさを変更できます。見やすさのバランスから最大か2番目の大きさにしている人が多いです。左側の歯車マークをクリックすると音量などの設定ができます。特に大事なのはコンパスとマップクオリティです。コンパスの設定をクラシックにすると左下に、モダンにすると上側に、方角がわかるコンパスが表示されます。こだわりがなければ両方表示されるクラシック&モダンに設定しておくのがおすすめです。マップクオリティではマップの見た目を変更できます。バランス、ラスターの方が見やすく、多くのプレイヤーがこの設定を使っています。見た目の設定を変更したら、セーブ&リロードボタンを押して反映させましょう。高得点のコツ。ここからはジオゲッサー、特に日本マップで高得点を取るための方法を2つ紹介します。まずは動き方のコツです。ジオゲッサーでは闇雲に動き回るよりも、どこで情報を集めるかを意識して進むのが大事です。ここでは効率よく動くための考え方と、青看板の使い方、5000点を狙うためのコツ、そして最後に応用編の操作テクニックを紹介します。広い道に出よう。ジオゲッサーでは地名や道路番号などの情報を集められる場所までたどり着くことが大切です。特に大きな道路に出て地名などのヒントを集めることが重要になります。ここではそのためのコツを2つ紹介します。
まずは建物のある方に向かうことです。田畑が広がる地域では情報が少ないため、建物が見える方向に進むのがおすすめです。建物がある方に向かうと、集落や市街地にたどり着きやすく、地名のある看板やお店など、ヒントにつながる情報を見つけやすいです。また、大きな建物が見えた場合は、優先的にそちらに向かいましょう。幹線道路に出られる可能性が高いです。次に、山道は下ることです。山の中ではどちらに進むか迷いがちですが、基本的には下り方向の方が平地へ出やすく、大きな道路につながっていることが多いです。どちらが下りかわからないときは、迷わずどちらかに進んでみましょう。ある程度進んでも何も見つからない場合は、スタート地点やチェックポイントに戻って逆方向に進むのも大事です。青看板を探そう。青看板とは、主に交差点手前などにある大きな青い看板です。正式には案内標識と呼ばれます。矢印と地名、道路番号などで行き先の案内が書かれていて、場所を特定する上でとても重要なヒントになります。青看板やマップでは、逆三角形が国道、六角形が都道府県道を示しています。まずはこのマークを探してみましょう。地名と道路番号が書かれている青看板を見つけたら、地名の場所にズームして道路番号を探してみましょう。マップをズームするときには、いきなり最大までズームせずに、ある程度国道や都道府県道が見えた段階で一旦止めて、番号を探すのがコツです。国道の方が見つけやすいので、先に探すのをおすすめします。道路番号が2つ以上ある場合は、その番号の道路が交差している地点を探しましょう。青看板には大きな都市の地名が書かれていることも多いです。知らない地名しか書かれていない場合には、反対方向の青看板を確認してみたり、思い切って別の手がかりを探しに動いてみましょう。細かい青看板の見方は次のチャプターで紹介します。5000点 5K を狙おう。場所をある程度絞れたら、スタート地点を探して5000点を狙ってみましょう。5000点のことを 5K とも呼びます。5K を取るには、スタート地点から最初にどの方角へ進んだかをざっくり覚えておくことがとても重要です。移動後の場所を特定したら、スタート地点から今の場所までどの道を通ってきたか思い出します。忘れてしまった場合は、移動を一つ戻すボタンで来た道をたどることもできます。慣れないうちは、とりあえずピンを交差点や橋などに仮置きして、どこを通ってきたのか確認しておくのがおすすめです。また、移動の途中で線路や川が見えた時にも、どの方角に走っているかを見ておくと、今いる場所を地図上で探すのに便利です。さて、スタート地点の位置を絞り込んだら、道の角度をよく見て正確な場所を探します。道の角度を把握するのは難しいですが、コンパスが示す方角が頼りになります。よくわからない場合は、目線を北ぴったりに合わせて真下を向いてみましょう。道路の白線などから今いる道路の方向がわかりやすくなります。この操作は N ボタンを2回押しても良いです。N ボタンを1回押すと北を向き、その状態でもう一度 N ボタンを押すと真下を向いてくれます。位置の微調整には、周りの道の形や建物の並び方をチェックしましょう。T 字路や五差路など特徴的な交差点は
大きなヒントになります。近くにお店や施設がある場合は、マップ上で同じ名前を探すのも効果的です。また、施設の種類によっては、マップ上に色がついています。病院はピンク、公園は緑などです。こうした色を目印にすると、より正確に場所を絞ることができます。少し中級者向けですが、建物がある場所、ない場所を見比べて、地図と照らし合わせることもできます。こうした手がかりを組み合わせて、ぴったりの位置を見つけてみましょう。操作テクニック応用編。山の中や田園地帯、高速道路の上など、すぐには手がかりが得られなさそうな時には、高速移動と呼ばれるテクニックを使って移動してみましょう。高速移動することで、矢印マークを押して進むよりも早く移動できます。やり方は、矢印マークを押した状態で、エンターキーまたはスペースキーを押し続けるという方法です。エンターキーを使うときとスペースキーを使うとき、それぞれに注意点があるので気をつけましょう。エンターキーを使うとき、パーティーモードやデュエルのモードなどでは、エモート、チャット機能をオンにしていると、チャット画面が開いてしまうため、エンターキーでの高速移動ができません。この場合、エモートやチャット機能をオフにするか、スペースキーを使いましょう。スペースキーを使うとき、スペースキーで高速移動をするときにはかなり注意が必要です。マップにピンを刺した状態でスペースキーを押すと、キーを離した瞬間にゲスされてしまうからです。必ずマップにピンを刺していない状態で高速移動しましょう。マップにピンを刺した後に高速移動したくなった場合は、シフトキーを押しながらマップをクリックするとピンが解除されます。高速移動は慣れが必要なテクニックなので、よく練習して使ってみてください。高得点を取る手がかり。ジオゲッサー、特に日本マップで高得点を取るためのコツ。2つ目は手がかりを見つけることです。周りにある様々な手がかりを見逃さないことが大切です。道路を見つける。まずは一つ前のチャプターでも紹介した青看板です。青看板には地名や国道、都道府県道の情報が書かれています。この看板の場合、道路番号は直進する道路が国道1号線、右折、左折すると県道74号線があるという意味です。次に書かれている地名についてです。コンパスをチェックすると、今は南西方向を向いているので、直進南西方向に藤枝と東静岡駅、左折南東方向に日本平、右折北西方向に梅ヶ島と静清バイパスがあることを示しています。そして、藤枝と東静岡駅のように、左右に並んで地名が書かれている場合は、左の地名が遠く、右の地名が近くにあることを表しています。同じように、梅ヶ島と静清バイパスのように上下に並んでいる場合は、上が遠く、下が近くにあることを意味しています。地名が分かったら、まずはその地名をマップ上で探し、次に書かれている道路番号をもとに位置を絞っていきましょう。国道の方が見つけやすいので、先に国道を探し、次に都道府県道を確認するとスムーズです。続いては、国道と都道府県道の標識です。国道標識は逆三角形で、国道番号の下に自治体名や細かな地名が書かれていることがあります。都道府県道標識は六角形で、こちらも地名が書かれていることが多いです。まず都道府県や市区町村を地図上から探し、次にその番号の道路を見つけ、
最後に道路沿いから細かい地名を探すと良いでしょう。都道府県や市区町村を見つける。続いて、都道府県や市区町村を判断するための手がかりです。デリネーターやスノーポールなどの道端のポールには、都道府県や市区町村などが書かれていることがあります。文字が書いてあるものを見つけたら、ぜひ確認してみましょう。カーブミラーも大事な手がかりで、市町村名などが書かれていることがあります。市街地や山道など至るところにあり、とても役に立ちますが、自治体名が書いていないこともよくあるので注意してください。学校も特定の大きなヒントになります。高校であれば都道府県や市区町村名、小中学校であれば市区町村や町の名前などの情報を得られることが多いです。校舎の正門だけでなく、学校付近の案内板などにも注目してみましょう。細かい地名を見つける。街区表示板は、住宅街などでよく見られる住所を表すプレートで、町名や番地が書かれています。また、電柱広告にも住所が書かれていることがあり、これらは市街地で特に有効なヒントになります。地名が分かったら地図上で同じ地名を探します。何丁目を探すときにはコンビニ名を利用するのもおすすめです。店名が地名プラス何丁目店と表示されるのを参考にしてみましょう。また、ファミリーマートは店舗の看板部分に店名が書かれているので、特定の大きな助けになります。店名は市区町村名プラス細かい地名となっていることが多く、店舗名を確認するだけで現在位置を特定できます。ファミマ以外のコンビニはドア部分などにしか店名がないことが多く、ストリートビューでは基本的には見えない点に注意しましょう。県当てのヒント。特定の県にしかないアイテムはたくさんありますが、ここでは代表的なものを2つ紹介します。1つ目は北海道の矢羽根です。雪の多い北海道では、雪が積もった時にも車道の境界を示すために、下向きの矢印状の標識が設置されています。雪が多い他の県にもありますが、矢羽根を見かけたら北海道の可能性がかなり高いです。2つ目は山口県の黄色ガードレールです。山口県の県道などでは、名産の夏みかんの色をイメージした黄色いガードレールが多く見られます。これを見つけたら、かなり高い確率で山口県と判断できます。中級者へのステップアップ。さらにステップアップしたい方向けに、中級者以上の人が使っている手がかりを紹介します。地域を絞るときに役立つのは電力会社です。電柱の形やプレートを見ることでエリアを特定できます。これはノームーブのモードで遊ぶときに特に役立ちます。さらに市外局番も強力な情報源です。上3桁で大まかなエリア、上4桁でさらに狭い地域を特定できます。また、道路上の止まれやダイヤマークは都道府県ごとにデザインが異なる場合があり、慣れると県当ての助けになります。これ以外にも様々なヒントがありますが、無理に覚える必要はありません。まずは何よりジオゲッサーを楽しむことが一番です。気楽に遊びながら少しずつ慣れていきましょう。もっと楽しむ。おすすめマップ。ジオゲッサーのマップは、マップ作成者が出題地点を選んで作成しています。そのため、世界全体から場所を選んで作られたものは世界マップ、日本国内の場所だけで作られたものは日本マップと呼ばれています。日本マップには公式マップジャパン以外にもたくさんのマップがあります。
ここでは難易度別にいくつかおすすめのマップを紹介します。右上の検索窓にマップの名前を入力して、ぜひ遊んでみてください。まずは最初に遊ぶのにおすすめの初心者向けのマップです。ジャパンアーバンエリアズは市街地が多く出るマップで、観光地や名所なども出題されます。Uneasy Japan は日本の国道上にある名前付きの交差点が出題されます。交差点名は地図上からも見つけやすく、国道上のため青看板と出会える確率も高いです。Uneasy Intermediate Japan は国道、都道府県道上の交差点が出題されます。青看板や国道、都道府県道の標識を見つけやすいですが、県道や名前なしの交差点が含まれているので、Uneasy Japan より少し難しくなります。次に、少し慣れてきた方におすすめのマップです。公式マップ Japan は、ジオゲッサー公式が作成したマップで、始めたての方によく遊ばれているマップです。ただ、出題地点の数が少なく、地域の偏りが大きいのが難点です。そこでおすすめなのが、SimilarABJ というマップです。このマップは47都道府県の交差点をそれぞれ約2500地点ずつ、北海道のみ5000地点を収録していて、バランスよく出題されます。さらに上級者向けには、ジャパン日本60系プラス、任意の日本、スーパーソニックジャパンなどがあります。田園地帯や山道も多く出題され、かなり難しいマップですが、ぜひ腕試しにチャレンジしてみてください。こうした日本全国が出るマップ以外にも、特定のジャンルを扱った面白いマップがたくさんあります。日本の駅は、駅名がはっきり見える場所が選ばれているマップです。この他にも駅マップは多くあります。日本の観光地と都市、ジャパンは、日本各地の観光地だけを集めたマップです。他にも観光地や名所をテーマにしたマップはたくさんあるので、いろいろなマップで楽しく遊んでみましょう。チェーン店マップもたくさんあります。特にファミリーマートは、店舗名が見やすい位置に書かれているため、場所の特定の練習にぴったりのマップです。この他にも、マクドナルドやイオンモールなど、たくさんのチェーン店のマップがあります。そして、自分にゆかりのある地域で遊びたい場合は、地域別のマップで遊んでみましょう。都道府県ごと、市区町村ごと、行政区ごとのマップまで用意されているので、自分の住んでいる地域や行ったことのある街のマップを選んでプレイしてみるのも楽しいです。ジオジャパンのディスコードサーバーでもたくさんのマップが紹介されているので、ぜひチェックしてみてください。パーティーで遊ぶ。パーティーモードでは複数人で一緒に遊ぶことができます。有料会員がパーティーを開き、URL やコードを公開すると、アカウントを登録していない人でも参加できます。真ん中のボタンからマップ、右側のボタンから制限時間やラウンド数などを自由に設定できます。自分たち好みのルールで楽しみましょう。パーティーモードにはいくつかの遊び方があり、左側のボタンを押すとモードを変更できます。例えば、最大100人で同時に対戦できるライブチャレンジ、1対1で戦うデュエル、最大20人で遊べるチームデュエル、そしてみんなで協力して遊ぶブルズアイなど様々なモードがあります。自由なルールでみんなとワイワイ遊べるのがパーティーモードの魅力です。友達はもちろん、コミュニティや配信で出会った人たちとも気軽に楽しめます。マップを作る。
有料会員になると自分だけのオリジナルマップを作って他のプレイヤーに遊んでもらうことができます。例えばマンホールだけを集めたマップや地名や地形の練習用マップ、旅の思い出をまとめたマップなど、アイデア次第でいろいろなマップが作れます。マップ作成の方法はいくつかありますが、一番簡単なのは公式のマップ作成ツールです。トップページ右上のアイコンからクリエイターハブをクリックすると、マップ作成ページに移動できます。日本語の設定にしていると何も表示されないというバグがありますが、ここをクリックすれば OK です。自分の好きなテーマでマップを作ると、遊ぶ楽しみがぐっと広がります。まずは気軽に一つ作ってみるのがおすすめです。コミュニティに参加する。ジオゲッサーには世界中にたくさんのコミュニティがあります。その多くはDiscordサーバーを中心に活動しています。大会が開かれたり、マルチプレイの募集が行われたりと、プレイヤー同士で交流できる場所がたくさんあります。ここでは3つのコミュニティを紹介します。1つ目はジオゲッサー公式です。英語のサーバーですが、ゲームの最新アップデート情報をいち早くチェックできます。2つ目はジオジャパンです。日本マップ専門のコミュニティとしては国内最大級で、日本マップに関する情報交換が活発に行われています。毎週開かれるパーティーモードでは気軽にマルチプレイを楽しめます。3つ目はイクサバです。日本語で活動するコミュニティで、日本だけでなく世界中のマップを使った大会が開かれています。大会に挑戦してみたい方におすすめです。興味のあるコミュニティに参加して、いろんなプレイヤーと交流しながら、ジオゲッサーをもっと楽しみましょう。また、ジオストリートというホームページには、世界マップも含めたジオゲッサーの初心者向けガイドがまとめて掲載されています。概要欄からぜひチェックして、日本や世界、その他いろんなマップで遊んでみてください。今回の動画がジオゲッサーを始めるきっかけや、より楽しむヒントになれば嬉しいです。これからもジオジャパンでは、日本マップに関する情報やイベントを紹介していきます。Discord サーバーのリンクが概要欄にあるので、ぜひ覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。